と考える。今は夢なのか、現実なのか、それを証明することはできるのだろうか。眠りについた瞬間、世界はあなたを手放す。あなたもまた世界を手放す。その境界の向こう側で、形を持たぬ影が静かに息をしている。夢の底で名を呼ぶ者。モルペウス。彼が触れるのは夜の奥に沈む柔らかな層。人が眠りに落ちるたび、意識の裏側にひび割れが生まれ、その隙間から彼はゆっくりと入り込む。夢は人の心が生む幻ではないと誰かが言っていた。彼が運び、形を与え、去ることで崩れ落ちる一夜限りの彫刻のようなものだと。彼がもたらすのは眠りの静寂、記憶の再配置、そして目覚めた者が決して語り尽くせないもう一つの真実。彼がどこから来たのか、それは古代の詩人たちでさえ声を潜めて語った。夜の底に沈む巨大な洞窟。そこには眠りのようなものをはらんだような重い気配が満ちていた。父とされる影は意識を奪い、まぶたを閉ざし、肉体を柔らかい闇へ沈める眠り。母とされる霧は人間から視界を奪い、行動を制御し、眠りへと誘う夜そのもの。その二つの力が交わったとき、世界は一つの異形を生んだ。彼は生まれた瞬間から現実に興味を示さず、眠りの奥に沈む歪んだ領域に惹かれた。彼の血は時間の外側で脈を打ち、言葉の外側で震え、人が眠りに落ちるたび遠くでかすかに光る。彼が手にしているものは人の目には映らない。それは夜より薄く、霧より柔らかい眉のようなもの。眠りに落ちた者の胸にそれを置くと、隠された記憶が浮かび上がり、彼の指先で形を変え始める。彼が編む夢は忘れた痛みを呼び戻し、隠した願いを暴き、見たくなかった真実を差し出す鏡。心が弱った夜、胸の奥がざわつく瞬間。あれは彼の気配。彼は眠りに落ちる前の揺らぎを好み、その隙間から入り込み、形にならない感情を拾い上げ、夢として返す。だから夢は甘く、残酷で、奇妙なのだ。古い歌の中には、彼が死の知らせを運んだ夜が記されている。海の向こうで嵐が荒れ狂い、一人の男が波に飲まれた。彼の名を呼ぶ声は風にかき消され、その魂は静かに闇へ沈んでいった。残された妻は夫の帰りを信じ、毎夜明かり火の前で祈り続けていた。その祈りは夜の底へ沈み、やがて彼のもとへ届いた。彼はゆっくりと立ち上がる。そして沈んだ男の姿をその身にまとい、影のように妻の夢へと歩み入った。夢の中で妻は夫を見た。濡れた衣、冷たい肌、海の匂い。それはもう聖者のものではなかった。彼は夫の声で告げた。私は戻れない。
海が私を奪った。どうか真実を受け入れてほしい。その言葉は夢の中の静寂に沈み、妻の胸を深く裂いた。彼が去ると、夢は砕け、妻は叫び声とともに目を覚ました。翌朝彼女は海へ向かい、海の果てに夫の影を探しながら、静かに身を投げた。その悲しみを見た神々は、二人を憐れみ、同じ空を飛ぶ小さな鳥へと姿を変えたという。夢は時に慰めではなく、残酷な真実を運ぶために現れる。その夜、彼は夢の神ではなく死の使いとして妻のもとへ降りたのだ。彼はオリンポスの神々と肩を並べられる存在ではない。雷を操る者も、海を揺らす者も、愛をもてあそぶ者も、彼の住む眠りの底には踏み込まない。ただ、夢が必要な夜だけその名を静かに呼ばれる。真実を告げるため、人を惑わせるため、運命の流れをわずかに曲げるため。彼は宴にも争いにも興味を示さない。彼の世界は、神々の高みではなく、眠りに落ちた人間の胸の奥で揺れる小さな感情の波だった。人間の心こそが彼にとって最も豊かな世界なのだろう。夜が薄れ、まぶたの裏の景色が輪郭を失う。彼の気配も遠ざかる。夢の中の顔、声、温度、それらは砂のようにこぼれ落ちる。あなたは教会に泊まる。現実にも夢にも属さない狭い場所に気づいた時にはもういない。ただ触れた痕跡だけが胸に残る。それは誰にも見えない印。今日を歩く時、ふとうずく印。深い眠りの底で魂に触れる影。日本の感覚で見れば、それは異形の神。神々が山や川に宿るなら、眠りにも神が潜んでいて当然だ。夜のざわつき、見知らぬ夢、それはもののけや神の知らせと受け取ってきた。彼はそのどちらにも似ている。心に入り込み、恐怖や慰めや暗示を残して去る。それは夢に住む怪異にも重なる。同じ夢を見せる影、亡者の声を運ぶ影、未来の幸いを映す影。神と妖怪の境界に立つ存在。彼が運ぶ夢は、あなたがまだ言葉にしていない恐れ、認めていない願い、見つめていない死の影。それらを静かに差し出す鏡。言うなれば彼は、内側に住むもう一人の自分を呼び出す神。そして、モルペウスは、暗闇の中で魂を導く案内人なのかもしれない。夜の深さがほどけ、意識が現実へ戻る。だが彼の痕跡は、胸の奥で脈打つ。今語った物語もまた、数ある説の一つに過ぎない。古代の闇の中で、人から人へ渡されるたびに姿を変え、夢のように形を失い、また別の形を得ていく。だからこそ神話は魅力的なのだ。彼についての記録は失われ、残るのは詩の断片と口伝の影だけ。もし記憶のどこかに夢の中で彼の気配を感じたことがあるなら、どうかその小さなかけらをそっとここに置いていってほしい。あなたの一言がこの消えかけた神話の新しい1ページになるのだから。そして今夜もまた眠りに落ちる瞬間、彼は静かに私たちの心の奥へ歩み寄るだろう。